皆さんこんにちは、さくらんです。ついにこの日がやってきましたね。今回は2024年11月7日に発売された PS5 Pro を開封してレビューしていきます。PS5 Pro といえば価格がなんと11万9980円。これまでにない高額なゲーム機ですよね。その分スペックも大幅にパワーアップし、高解像度で美しいグラフィックが楽しめるようになっています。従来の PS5 からどれほど進化しているのか、ぜひその違いを確かめていきたいですね。それでは開封の前に、まずは箱からじっくりチェックしていきましょう。PS5 Pro の外箱はこんな感じ。ディスクドライブ非搭載と記載されていますね。PS5 のデジタルエディションの箱とパッと見大きな違いはないように感じますが、 PS5 Pro はデュアルセンスが載っていないですね。またここの 8K の記載がなくなっています。あと本体が PS5 は完全に印刷ですが、 PS5 Pro は光沢のあるシールのような感じになっています。側面も同じで PS5 は印刷、PS5 Pro はシールのようなツヤ加工が施されています。背面はこんな感じです。デザインが大きく変わりましたね。PS5 Pro はシンプルになっています。さらなるゲーム体験を高めてくれるプレイステーションスペクトルスーパーレゾリューション、本体の最適化によるパフォーマンス向上、アドバンスドレイトレーシングが記載されていますね。箱のサイズ感はこんな感じ。同じディスクドライブ非搭載ですが、 PS5 Pro はかなり大きくなりましたね。箱はこの辺にして PS5 Pro を開封してみましょう。まずは電源ケーブルですね。あとこの袋の中には PS5 と同じく横置きフットが入っています。この横置きフットは継続なんですね。こちらには HDMI ケーブルと USB Type-C to-C ケーブル。こちらはデュアルセンスワイヤレスコントローラーです。この下にはクイックスタートガイドとセーフティーガイド。そしてこちらが PS5 Pro 本体です。3本線のライン、間違いなく待ちに待った PS5 Pro です。内容物はこんな感じです。サイズと重さをチェックしてみましょう。 PS5 Pro のサイズは横幅約 21.6 センチ、縦幅約 38.8 センチ、厚さ約 8.9 センチです。 PS5 と比べてみるとこんな感じです。横幅は同じですが、縦幅や厚みが一回り大きくなりましたね。ちなみに初期型の PS5 と比べてみるとこんな感じ。初期型がディスクドライブ搭載版なのでちょっとわかりづらいかもしれないですが、厚さは PS5 Pro が少し薄く、高さも少しだけ低いです。3つ並べてみるとこんな感じです。こう見ると現行の PS5 はかなり小さく感じますね。PS5 Pro は高さが初期型と同じぐらいで、現行の PS5 に比べると結構大きく感じますが、真ん中の太いラインで全体的に引き締まって見え、キュッとスリムに見えますね。PS5 Pro の重さは約 3.1kg。現行の PS5 デジタルエディションの重さは約 2.6kg。初期型のデジタルエディションの重さは約 3.9kg です。PS5 Pro はサイズ、重さともに現行の PS5 よりも大きくなっていますね。PS5 Pro の外観はこんな感じです。太くなった真ん中の3本のラインが目立ちますね。PS5 Pro と PS5 の外観で一番大きな変化は、この真ん中のラインと上部カバーの素材です。PS5 Pro は上も下もザラザラっとしたマットな素材です。PS5 は上が光沢感がありツヤツヤ、下はザラザラっとしたマットな素材ですね。
PS5 Pro は全面ザラザラのマットな素材になりました。搭載ポートもチェックしてみましょう。正面には USB Type-C ポートが2つ搭載。背面には HDMI ポート、LAN ポート、USB Type-A ポートが2つ、電源ポートが搭載されています。搭載ポートは PS5 と同じです。PS5 Pro の本体ストレージ容量は 2TB、PS5 の本体ストレージ容量は 1TB なので、PS5 Pro は容量が2倍になりました。カバーを外してみましょう。プレイステーションのロゴがある部分はこんな感じです。上部にファンが搭載されていますね。PS5 はこんな感じです。ファンの部分の形状が少し変わりましたね。初期型にも搭載されていたこの通気口が PS5 Pro にも搭載されていますね。PS5 には通気口は搭載されていません。下の部分も少し変わっています。逆側はこんな感じです。こちらも上部にはファンと通気口が搭載。この部分は M.2 SSD の取り付けユニットです。下の部分には別売りのディスクドライブを取り付ける部分と、ここにコイン電池を交換するユニットが搭載されています。PS5 と比べるとこんな感じ。こちらもファンの部分の形状が変わっています。PS5 にはコイン電池を入れる部分はなかったですね。このコイン電池は日付や時刻の情報を保持する役割があり、実は PS5 にも搭載されています。PS5 はもっと奥の内部に搭載されているようです。このコイン電池の交換は PS5 までは自分での交換はメーカー保証範囲内では不可能となっていましたが、PS5 Pro では自分で交換できるようになったようです。ちなみに M.2 SSD はPS5 からそのまま付け替えるだけで使用できます。PS5 Pro の発売が決定してから私が気になっていたことがあります。それは PS5 のカバーは PS5 Pro にも取り付けられるのかということ。PS5 のカバーをせっかく2つも購入したので、ぜひぜひ PS5 Pro にも使えますようにと思っていたんですが、少し前に海外の方が上のカバーだけ取り付けができないよとポストしていましたよね。正直嘘だろうと思ったんですが、実際にこの目で確かめてみましょう。カバーの取り外し方は PS5 と同じです。手前を少し引き上げて爪を外すとカバーが外れます。まずは下のカバー。よし！取り付けができました。次は問題の上のカバーははまりません。どうしてもはまりません。やはりこの噂は本当でしたね。PS5 Pro のカバーと比べてみると、ほんの少しだけサイズが違いますね。PS5 Pro のカバーの方が少しだけ大きいです。あと、爪の位置が全然違います。これはショックです。カバーって結構なお値段がするので、これはなんとか兼用にしてほしかった。兼用にできるアタッチメントなんかが発売されないですかね。なぜ互換性を保ってくれなかったのか。悲しすぎます。先日発表されたモンスターハンターワイルズ特別デザインも PS5 Pro には上のカバーは対応していないってことですよね。PS5 Pro に取り付けたいときは、下の紋章が入っている部分は対応しているのはいいとして、上は白のカバーのままになるということですよね。この画像みたいに上下黒にしたいですよね。カバーに互換性がないなら、このページに注釈を書いてほしいですよね。私はちょこちょこカバーを付け替えてデスク周りの雰囲気を変えるのが好きなので、このカバー問題は私にとっては残念ポイントです。
次は横置きフットの安定感をチェックしてみましょう。PS5 Pro への横置きフットの取り付け方法は、斜めのラインの一番下の部分に穴が開いているので、ここに横置きフットを白い滑り止めが外側になるように差し込みます。横置きするとこんな感じです。横置きのフットと丸、×、三角、四角のシェイプスロゴの四角の部分で本体を支える感じになります。シンプルなフットなので外観を損なうことなく、一見 PS5 Pro が浮いているかのように横置きできるのですが、やっぱりグラグラ。以前 PS5 でも検証した時と同じくグラグラです。主張がなくシンプルなのはいいのですが、このグラグラはいかがなものでしょうか。横置きフット、進化してほしかったですね。ここで朗報です。以前動画で紹介したこのアンサーの PS5 用ゲーミング横置き USB ハブスタンド。こちらがプロにも取り付けられるか試してみたところ、取り付けることができました。きっと PS5 Pro 用の横置きスタンドも今後発売されるだろうなとは思いますが、この USB ハブスタンドを持っている方は PS5 Pro にも取り付けることができるので、PS5 Pro と PS5 両方で使用することができますね。横置きじゃなくて縦置きがしたいという場合、縦置きスタンドは付属されていないので購入する必要があります。純正の縦置きスタンドはこちら。価格は税込み3980円です。縦置きスタンドは PS5 にも使用できるので、PS5 Pro と PS5 両方で使用できるということですね。また、純正の縦置きスタンドは付属のアタッチメントを使用すると、初期型にも取り付けることができるので、PS5 Pro、PS5 初期型、すべてで使用することができます。縦置きスタンドはメッキパーツで見た目がかっこよく、背面にはゴム素材の滑り止めが搭載されているので、滑りにくく安定感はバッチリです。ちなみにスタンドのサイズは直径約 15.5 センチ、重さは約 133g です。純正の縦置きスタンド、付属されてると嬉しかったですね。PS5 Pro にはディスクドライブが搭載されていません。ディスクで遊びたい場合は別売りのディスクドライブを購入する必要があります。私は以前 PS5 のデジタルエディションと一緒にディスクドライブを購入しました。ちなみに価格は税込み 11,980 円ですが、品切れが続いているようですね。PS5 Pro が届いたけどディスクドライブが手に入らないとなるのは困りますよね。早急に在庫を増やしてほしいですね。では PS5 Pro にディスクドライブを取り付けてみましょう。取り付け方は PS5 と同じです。こちらのカバーを外し、ディスクドライブの爪を PS5 の三角マークのある2箇所の取り付け穴に合わせ、カチッと音がするまではめ込みます。あとは付属のディスクドライブ用のカバーを取り付ければ OK です。これだけでディスクドライブの取り付けは完了です。横置きにする場合は、ディスクドライブに付属のロングの横置きフットを取り付けてください。ディスクドライブを取り付けた方が横置きは安定していますね。PS5 付属のショートの横置きフットだと、このように横置きにすることができなくなります。PS5 付属のショートの横置きフットはなくさないように保管しておきましょう。ディスクドライブの取り付け、取り外し方法や初回起動などの詳細はこちらの動画で紹介しています。概要欄にリンクを貼っているので気になる方はチェックしてみてください。気になる PS5 Pro の画質をチェックしてみましょう。多くのゲームタイトルで PS5 Pro の機能を最大限に活用するための PS5 Pro Enhanced が提供されています。これは PS5 Pro の性能を活かして解像度やフレームレート、
ビジュアル効果を向上させた特別に最適化されたゲームタイトルのことです。ドラゴンズドグマ2、ファイナルファンタジー7リバース、ホグワーツレガシーなどの対策もこの PS5 Pro エンハンスドに対応しています。それでは実際に PS5 Pro エンハンスドに対応しているファイナルファンタジー7リバースの画質を見てみましょう。PS5 Pro でプレイしているファイナルファンタジー7リバースのグラフィック設定にはエンハンスモードが追加されています。このモードは PS5 Pro 専用で PS5 では選択できません。エンハンスモードはこんな感じです。FF7 リバースのすべてのモードを比較してみました。どうなってやがる。迷宮の主って感じだね。ダチャウまで食べる？刺激してどうするよ。ねえ、集中。エンハンスモードとグラフィックモードを比べてみるとこんな感じ。グラフィックモードでも十分綺麗なので、キャプチャーだとあまり違いがはっきりわからないですが、実際見るとエンハンスモードの方がより細かい部分がくっきり見える感じです。エンハンスモードとパフォーマンス、ソフトを比べると違いがわかりやすいですね。エンハンスモードは細かい部分までくっきり綺麗に見えています。次に PS5 Pro のグラフィックモードと PS5 のグラフィックモードを比べてみました。同じグラフィックモードですが、PS5 Pro の方が細かい部分が鮮明に見えますね。エンハンスドに対応しているフォートナイトを 4K120fps で検証してみましょう。ちなみにフォートナイトの設定には先ほどのようなエンハンスの項目などは今のところはなかったです。PS5 Pro と PS5 のフォートナイトはこんな感じです。海に反射する木が PS5 Pro の方が鮮明に見えますよね。また FPS も比べてみました。激しい動きだったり、とっさに振り向いた時など、動きがあると PS5 では FPS が100以下に落ちる場面もありました。その点 PS5 Pro は激しい動きでも 120fps を下回ることはほとんどありませんでした。また PS5 Pro にはゲームブースト機能が搭載されています。PS5 Pro では8500以上の PS4 ゲームをプレイすることができ、PS5 Pro ゲームブーストにより対応している PS5 および PS4 ゲームのパフォーマンスが安定したり向上したりする場合があります。さらに PS4 ゲームの画像品質を向上させる設定を有効にすることで、一部の PS4 ゲームで強化された映像表現をお楽しみいただけます。つまりゲームブースト機能とは PS5 Pro 用に最適化された PS5 Pro エンハンスドではない他のゲームもフレームレートや画質が改善する機能のことです。この機能を検証するため PS5 Pro エンハンスドに対応していないエルデンリングを 4K 固定の画質優先モードで PS5 Pro と PS5 で比較してみました。通常の操作時には PS5 が40から 46fps であったのに対し PS5 Pro では55から 60fps と安定した動作を確認。ボス戦では PS5 が30から 40fps まで低下する一方、PS5 Pro は45から 55fps を維持していました。PS5 Pro エンハンスドに対応していないタイトルでも PS5 Pro のパフォーマンス向上がはっきりと見られました。ちなみに PS5 Pro の PS ストアには PS5 Pro
強化されたゲームというページが作成されています。実はグランツーリスモ7がこの中には入っていないんですよね。アップデートがまだ間に合っていないようです。今後のアップデートが楽しみですね。今回は2024年11月7日に発売したPlayStation 5 Pro をレビューしました。PS5 Pro 最大の特徴は、より進化したグラフィックス性能、より強化な GPU、より高度なレイトレーシング、AI によるアップスケーリングのビッグ3が PS5 から大きく進化しているポイントです。PS5 に比べると外観には特に大きな違いはないものの、本体ストレージ容量が 2TB、PS5 の2倍にアップ。また Wi-Fi 7に対応しているのも嬉しいポイントです。カバーが PS5 と兼用ではなかったり、相変わらず横置きフットは不安定だったりと残念なポイントもありますが、PS5 Pro はゲームをより高画質で、より高いフレームレートで楽しむことができます。特に 4K での高画質を保ちながらフレームレートが安定しているのは大きな魅力ですね。今回の動画は以上です。チャンネル登録と X のフォローもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。